皆様こんにちは。今回の真心は定食は連休に向けた特別編。普段使いのレシピに加えて年末年始に大活躍する下味冷凍レシピまで、さらに下味冷凍だからこそできる調理時短レシピを作りました。下味冷凍したから美味しいと思ってもらえるような自信作のメニューです。また野菜は少ない食材でたくさんメニューを作れるように節約をしています。8品のメニューをラベルに書いたらバリエルに袋をセットして早速作っていきましょう。ピーマンと牛肉の中華風が食べたくて下味冷凍レシピにしました。ピーマンを縦にカットして冷凍すると苦味が飛び食べやすくなります。パプリカも加えてしっかり水分を拭き取り、牛肉も水分を拭いて臭みを取り除き、少し厚めにカットしていきます。ステーキ用の牛肉です。このぐらいにカットしたらお酒大さじ1をかけて揉み込み、なじませていきます。揉み込んだら片栗粉大さじ2をかけてこれも揉み込みます。なじませたら袋に詰めていきます。タレは別袋に作りますが、お肉に醤油大さじ1の下味をつけて上からピーマンとパプリカを入れて完成です。醤油大さじ1、酒大さじ2強、砂糖大さじ1、オイスターソース大さじ1強を混ぜたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。別ダレも忘れずに。解凍プレートで解凍しました。火は今回中火で蓋をする。お肉に半分火が通ったら焦げつかないように手早く混ぜていく。中火のまま別ダレをかけます。調味料に火を通して絡めて、お酒が飛ぶぐらいになったら完成です。ご飯がもりもり進んでとっても美味しかったです。冬といえば白菜が美味しい。一口サイズの大きさにカットしていきます。食べやすい大きさでも OK です。甘みのある豚バラ肉も同じぐらいの大きさにカット。カットしたら袋に詰めていきましょう。豚肉を詰めたら白菜は袋を上げながらぎゅうぎゅうに詰めます。あとは調味料です。醤油大さじ1、酒大さじ1、オイスターソース大さじ1、鶏ガラスープ小さじ1、水 100ml 完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。フライパンに出して広げたら火は中火で蓋をする。ダマにならないように混ぜてお肉に火が通ったら水溶き片栗粉を入れていきます。火力そのままで入れたら混ぜる。とろみがついたら完成です。風邪をひいた子供用に中華丼と麺の2種類を作りました。丼も麺も両方美味しいし、おかずとしてもバッチリです。冬におすすめのメニューです。あんかけ焼きそばが大好きで美味しいレシピを作ります。白菜を一口サイズにカットしたら、人参は短冊切りにしていきます。野菜は家にある野菜でいいですが、できればたくさん入れると美味しいです。玉ねぎは甘みが出るので薄切りにカットして入れます。豚バラ肉と白菜、エビは冷凍のむきエビです。玉ねぎを入れたらあとは調味料です。レトルトを作る感覚で別ダレを作ります。醤油大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、ごま油大さじ1弱、水 100ml 混ぜたら完成です。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。さっと蒸し炒めするので火は中火で蓋をします。焼きそば麺を隣で焼いていきます。油を敷いて中火。エビが硬くならないように豚肉に半分火が通ったらタレをかける。タレがグツグツ煮立ったら水溶き片栗粉を加えてとろみをつけて混ざったら完成です。麺は焼き色しっかりつけてあんをかけたら香ばしくて美味しいです。10分でできて簡単、冬にたまらない一品です。寒い季節にはやっぱり大根の煮物。美味しそうな大根を選抜しました。大根は別のレシピにも使うので丸ごと1本4分の1にいちょう切りにします。今回鶏肉は火の通りが早く時短できる手羽中にしています。袋に詰めて大根も底上げしながら多めに詰めたら調味料です。鶏ガラスープの素小さじ2、酒と醤油大さじ1ずつ、水 200ml、ニンニクチューブ入れ忘れ 1,2 センチ入れてください。
パンパンですが空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。ニンニクチューブ入れ忘れたので追加。蓋をします。沸騰したらアクを取り、15分ほど弱火で煮込んだら完成です。つゆが優しく温まります。美味しかったです。これはよく作るんですが、下味冷凍をさらに時短できるレシピです。玉ねぎは薄切りにして、豚肉を一口サイズにカットしたら詰めて、牛肉ではなく豚肉ですが一口サイズにカットして入れたら完成。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで半解凍しました。蓋をして弱めの中火で蒸していきます。しめじを買い忘れのため後入れしています。冷凍することで繊維が壊れるので玉ねぎの炒まりが早いです。豚肉に火が通ったらお水を入れて沸騰したら火を止めてルーを入れます。ルーを溶かしたらここで煮込み時間短縮のためコンソメを大さじ1。早炊きでご飯が炊ける前に完成します。クリスマスにもおすすめ。子供が一番好きなメニュー、美味しかったです。最近ドハマりしているチキン南蛮、下味冷凍にすることにしました。もも肉の余分なところをカットしたら半分にカットします。お肉は水分をしっかり拭き取ることで臭みが消えるため、拭き取ったら袋に詰めていきます。あとは調味料です。卵1個と小麦粉大さじ3。別だれを作ります。醤油大さじ3。お酢大さじ4。お砂糖大さじ4。これで完成です。空気を抜いて揉み込んで冷凍庫にタレと一緒に保管します。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で170度の油で揚げていきます。衣が剥がれないように2分触らずに待ってから裏返します。裏返して両面 4,5 分揚げて、薄いきつね色になったら中火にして2分。このぐらいになったらバットに移して完成です。別だれはとろみをつけたいので弱火にかけて沸騰させながら混ぜてとろんとしたら完成です。甘酸っぱいタレとザクザク感の相性がたまらなく美味しいです。冬といえば連休前に作っておくとめちゃくちゃ重宝します。スープ作りが肝心なんですが、煮込むだけの簡単作業。大きめの鍋に手羽元と一口サイズの鶏肉を入れて水を張り、沸騰したら弱火で1時間蓋をして煮込むだけ。その間に下味冷凍を作り準備をします。水炊きはシンプルな具材でいいです。レシピに使った白菜や人参は一口サイズ、長ネギは斜めにカット。お豆腐は冷凍で食感が起こらないようになるのでお好みで入れてください。鶏肉はお皿に取り出して粗熱を取って袋に詰める。おかわり用に2袋いっぱい作ります。ネギ、人参、きのこは買い忘れたので後入れしています。一口サイズに切った白菜、底上げしつつお豆腐をのせて、あとは冷ました鶏だしを半分ずつ入れます。昆布だしはお好みで入れてください。半解凍で蓋をして弱めの中火で煮込み、昆布だしを入れて沸騰したら完成です。ポン酢でもそのままでも美味しい。何もしたくない時の絶品料理。締めはおじやが美味しいです。毎年下準備で時間がかかるけど、これがあるだけで年越しゴロゴロが叶うので、母に9種のレシピを詳しく聞いて下味冷凍にしました。時短が一番の目的なので、人参は花形に切るだけにします。ご存知の人も多いですが、見本として1つだけ作りました。5つ角を切ったら花形の谷から中心に切り込みを入れ、花びらを斜めに薄くスライス。両面切ったら面取りして完成です。これ以外の人参は花形だけにして時短で終わらせています。完璧ではなく時短を求めてしまいました。次は大根。これもメニューの食材として組み込んでおいたので、残りの3分の2本を2センチ弱の厚さにカットして皮を剥いていちょう切りにして切っていきます。今回の下味冷凍の工程は野菜から先にカットしています。かまぼこはから板を削いだら 1.5 センチほどの厚さにカットする。余裕がある人はお好みで飾り切りにしても可愛いです。椎茸は石突きを取って2つにカット。ぶりは高かったので4切れを3分の1に切り12個にして入れています。鶏肉はもも肉で一口サイズにカットされているのでそのまま入れます。大根、人参、椎茸も詰めて、かまぼことぶりを詰めたらあとは調味料です。
酒大さじ2、白だし大さじ2弱、醤油大さじ1。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍で半解凍しました。大きめの鍋に入れたらお水を1000から 1500ml ほど注いで、火は弱めの中火で沸騰するまで蓋をして煮ていきます。沸騰したらアクを取ります。魚や鶏肉、野菜の出汁だけなので、薄く感じる方は醤油を少々、みりんを入れて30分ほど煮込んで完成です。年始用に本当に重宝します。今回は特別編、重宝する冬の下味冷凍8品を作っていきました。気づけばもう年末。今年は多くの動画を出せなかったんですが、奇跡的に登録者8万人を突破することができました。0人から始まり、だんだんと見てくれるファンの方が増えて、8万人もの方がチャンネル登録してくださり、とっても幸せです。動画制作ができなくなったり、頻度が減ってしまった1年となりましたが、悲しいこともスランプも乗り越えて今があると思います。また皆様にご報告があります。かねてよりお付き合いしていた方とこの度婚約して入籍する運びとなりました。辛い時いつも励ましてくれ、どんな時も一番の理解者でいてくれる優しい方です。3人家族となるので材料が3人前からとなります。これから来年も皆様のお役に立てる動画制作に努めますのでよろしくお願いします。また来年も皆様にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。